東日本大震災のニュースを2011年に、研修先のバンクーバーで見て、でこのすごく衝撃とこのなんか自分の中での、書かなきゃいけないっていう使命感みたいなものをどこで書くかっていうところですごく探してたのが、たまたま2013年にウィスコンシン州のマディソンっていう町のチェーゼンミュージアムっていうとこからそのアーティスト・イン・レジデンスの話があって、でその場所だったら自分が書きたいテーマと、あとはその大きさ、あとは時間っていうところでできるかもしれないってなったのがきっかけです。大きいのを書きたいとはずっと思っていて、レジデンスの期間が3年っていうことだったので、じゃあ3年間でどのぐらいのものができるかっていうのを計算して、このぐらいだったらなんとか頑張れば毎日やればできそうだっていうところから3メーター ×4 メーターっていうサイズを選びました。今回のやつは、なんかいわゆる復興とかね、そういう再生みたいなのがものすごくピンとくるような絵だなとは思ってるんですけど、自分の中ではあんまりその復興だったりなんかっていうと、もう絵がまさにそのものみたいな風にも捉えられちゃうし、それ以外の考える余地がなくなっちゃうと思うんですよ。見る人によっては復興って思って見てもらっても全然構わないし、間違ってはいないんですけど、一つの災害が起きて全てのものが一度流されたりっていうのは、人間の目線から見たら始まったものが全部終わる、破壊されてなくなるみたいなことだけど、自然界から見たらそういうなんか人間が勝手になんか作ったものを一回ザバーンって自然の力で流して、でゼロからまた誕生するっていう、そういうふうにも思えると思うんですね。あとはもっといろんな個人的な意味合いで言うと、やっぱりその2人の娘が生まれたりとか、その友人が亡くなったりとか、そういった生だったり死だったりっていうのもいろいろやっぱり頭の中で考えていると、亡くなるっていうのもそれだって誕生とも言えなくもないっていうか、この世では亡くなったけど、なんか意外と僕の友達もあの世で誕生してて、新しくまた違う今度は見えないところで生活を始めてるんじゃないかって思いたいっていう気持ちがあったりとか、あとはその自分の怪我を個人的に右手を怪我したことで新しい左手を使ってみて、なんか新しい自分が誕生したような気持ちになったりとか、だからなんかその災害っていうのを書いてるけど、だんだん書いていくうちにそれだけじゃなくって公私混同しちゃって、いろいろな思いも全部いろいろ絡まってきて、最終的にはいろいろなものが生まれていくみたいな、そういうなんか誕生っていうのがぴったりくるなと思ってつけたんです。実際これが災害の絵だけをずっと描いて復興みたいな感じの絵だったらまた全然反応も違ったのかなと思います。いろんな捉え方をしてもらいたいっていうのはやっぱり自分の中では大きいんですよね。やっぱ全体の印象で見てほしいなと思います。全体がこうドーンと最初に見えて、それから近づいた時にそのギャップがあって、でまた離れると全体が見えてきて、やっぱそのバランスがすごく面白いからこそ作品が成り立つのかなと思うんですよね。自分の中ではあんまり細密画っていうふうには意識は全くしてないですね。全体をよく見せるための道具として細部を細かく具体的に描いている。で具体的に描くことによって全体の大きな塊がよりこう説得力を持ってリアリティを持って広がっていくっていうプロセスなんです。自分の中では全体の構図バランスっていうのがやっぱり破綻してると、いくらその中にすごいものが書かれててもやっぱり見る人って違和感から入るじゃないですか。そうなるともう絵の中にスーッて入っていけなくなっちゃうし、だからあまり構図とかバランスはきっと気にならないっていうのがベストなのかなっていうのもあって、あまり気にならないように描いていた方がその本当に気にしてほしい部分に焦点が当たるのかなと思って、全体としてどういう存在感を持っているのかみたいなことが一番大事です。構図も
空間もその中の細部も全部含めてやっぱりこう一つのものが存在感があるっていうものが一番大事にしてます。